はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。それでは今回からいよいよクランクケース、純正クランクケースの追加加工ですね、やっていきます。正直追加加工ってめんどくさいんですよね。いろいろ準備が必要ですし、やっぱ新規の加工に慣れてしまうと追加加工っていうのはかなりめんどくさい部類になりますね。まずはこのそうですね、クランクケースのシリンダーの接続面に穴を開けて、そこに新しいアルミの金属を溶接していくっていうのを基本手順として進めていきます。ではフライスに移って作業を始めていきます。設置とテスト切削は終わってるので、続きからの作業となります。ではまずは原点出しやらなきゃですね。原点はこの平均値、このほぼ中心ですねということになります。まずはこの赤丸の部分に四角い開口部が必要なので開けていきます。はい、ここ穴ですね。ここには別にアルミの板をくっつけて、新しいパーツとします。次は丸穴を6箇所開けていきます。目標はまだ穴が細いのでこれを拡大していきますね。一箇所だけ穴が大きいのでボーリングで大きく開けていきます。これで穴は OK だね。よし、なんとかなるね。これで純正クランクケース側の加工はとりあえずは一旦 OK ですね。そしたら、旋盤に行って、各部品、ここにはまる部品作ってきます。こういうところにはまる部品ですね。まずはこの円柱状のものを作ってきます。真ん中の穴はとりあえずなしですね。これは最後にまとめて開ける形になると思うので、素材としては、ここにアルミがあります。5083なので、比較的一般的なアルミニウムの合金ですね。溶接性が比較的いいものを選択してます。はい、旋盤にセットしました。はい、これに関してはそこまで精度必要ないんですよね。直径、穴に入る分の直径さえなんとかなってれば OK なんです。なので穴が16で開けてんので 15.95 とか90、その辺狙ってきますね。
OK と。で、ここが 15.95、こんなもんだね。最後に突っ切りが終われば1個目完成となります。よいしょっと。はい、1個目終わりと。これをあと5個同じようなのを作ってきます。はい、旋盤で作ったパーツですが、こんな感じで全部きれいに剥がれますね。これを溶接していけば OK です。溶接して、でまたこの面で整えます。で、あと作んなきゃいけないのはここの四角の蓋ですね。ここを作ったら不要な部分、もうこの時点で切った方が良さそうですね。こんな感じで進めていきますね。四角い穴を塞ぐ部品を作っていきますが、まずは材料のカットから進めていきます。この四角を使ってこんな感じのパーツ作ってきます。ここの段階ではとにかく四角く削るだけなので、寸法だけを気にしてとにかくバサバサ削っていきます。一箇所だけ削る量が多くてもったいないので、ノコギリ状の刃物を使って切り落としていきます。あとはこいつで進めて OK。四角が予定の寸法になったので、角に R をつけていきます。では本体への溶接ですね。はい、では溶接準備ですね。今塗装があったり汚れてたりするので、そういう状態だと溶接すごくやりづらいんですよね。なのでリューターできれいにして溶接をやりやすいようにしてきます。はい、とりあえず1箇所というかクラッチカバーこれで OK かな。とりあえずきれいにしたクラッチカバーに溶接を施していきます。アルミ溶接は正直苦手ですが、条件をある程度良くすればなんとかなるんじゃないかと思っています。とにかく表面を先に全てやっていきます。クラッチカバーが終わったので他の部品もどんどん溶接していきます。手順は全く同じですね。まずきれいにしてその後溶接っていう作業になります。
これで表からくっつける部分は一旦くっつきましたね。そしたら今度は裏から溶接していきます。表面が終わったので裏面も同じような処理をしながらどんどん溶接していきます。基本的に同じ作業を繰り返すので、ちょっとはしょり気味で進めていきます。あとはここにアイドラーギアをつけるためのパーツですね。これも溶接になるので溶接していきます。ではクランクケースの追加加工を続けていきます。今回はここら辺に穴加工することになりますね。いわゆるメインギア、駆動用のクラッチやミッションなどの駆動用ギアとエンジン本体をつなぐためのギアですね。中間のギア。部品名としてはアイドラギアというふうに呼称してますが、その部分をやってきます。それをつけられるようにしていきますね。ここが中心なので、ここから 54mm オフセットしたところに穴を開けると。26.08 だからよし、ちょうどいい。これで OK。 穴開けできましたね。あとは旋盤でこれの合い方の部品を作って溶接するっていう感じですね。では引き続きクラッチ側も同じように作業していきます。26.09。これで26の、円柱作ってここに溶接ですね。そうすれば OK と。では円柱、先ほど削った穴に入れるための円柱ですね、作っていきます。これ今30なので26になるまでバサバサーっと削っちゃいますね。これで25.99。なるべくスッと入ってくれるとありがたい。よし。大丈夫だね。
個目もできたと。まあここを整えるのは溶接した後ですね。ではあとは溶接の下処理ですね。やってきます。削ってきれいになったので溶接を進めていきます。はい、アイドラギアのステーの部分、ステーというか、シャフトホルダーの部分、溶接できました。両方ともできたね。これでこんな感じで、この中にアイドラギアが入ると。はい、ここの穴開けは今の時点でやった方が楽なので、今やっちゃいますね。というわけで、一回クランクケースを組み立てます。穴開けはクランクケースを組んだ状態でやっておきます。そうしないと2箇所の穴の位置が揃わない可能性が出てきちゃうので、2個まとめてやらないとダメなんですよね。よし。では、減点出しをやっていくと。よし、こんなもんかな。針がわずかに動いてますけど、まあこんなもんですね。ここで00で OK。対角は取ります。よし、これで下穴 OK。あとはリーマンを通せば OK だね。最後にリーマー通しますね。これでよし。これで穴開け完了と。よし、とりあえず OK だね。あと次はもう全部品組めるのを組んで、ここの面の切削ですね、やっていきます。切削したらここはネジ穴開けですね。やっていけば OK です。まずは基準となる平面を調節していきます。このジグを使っての作業の時にはこの段階が一番重要になりますね。
左右の高さ違いは前回と同じように SIM による調整となります。一回取り外すと SIM の枚数や位置なんかは結構変わるんで、その都度きちんと調整しないとダメですね。よし、これで OK。やっと削れる。はい、とりあえずシリンダー取り付け面の水平セットは終わりました。あとは原点出しですね。中心出してきます。中心はよいしょ、スコープですね。これはもう他にやりようがないしね。ちなみにどんな感じに見えてるかっていうと、スマホでこんな感じに見えてます。暗いと線が見えづらくなるので作業灯を使って明るくしてますね。ここが中心と、そしたらここのフラット面までとにかく削んなきゃですね。ここで溶接しちゃったけど、実際この辺りまで削り込むことになりますね。なのでここもちょっと調整が必要です。最終的にはその辺の調整やって今回は終わるかなと思ってます。まあ何にしてもエンドミルで高さまず合わせちゃいますね。よし。ちょっと溶接が甘いとこがあるけど、まあいいか。反対側も溶接してあるわけだし、もげて落ちるってことはないでしょう。あとはネジ穴ですね。開けてきます。いよいよ。穴開けですね。もう原点は出てるので、Y が 21.01 の、87.5。センタードリルが終わったので M6 用の下穴開けていきます。そしたらあとはタップを立てておしまい。このパートは終わると。はい、これで OK と。そしたら次のパート、ここの塞ぎだけやっちゃいますね。それで終わりにします。はい、セルモーターステーガーですが、ここちょっと最初の時に間違えて貼ったんですが、結局削ってここなくなっちゃったんで、ここを溶接で埋めることをやってきます。手順的には今までのパートと全く同じですね。まあ、綺麗にして溶接していくというだけのことです。はい、つけるべきパーツは全部つきましたね。溶接すべきとこは全部しました。
で、これがくっつきゃ問題なしと。はい、どうでしょう。こんな感じで結構様になってきたんじゃないかと思います。前回に比べるとここのボアのピッチですね、若干狭くしてます。エンジンの横幅はほんの少しですが狭くなってます。その分見た目に統一感がやっと出てきたかなと。で、フィンを多めにつけて放熱を少しは良くしてますね。まだ中身何にも入ってないので外側だけって感じですね。とりあえず次回は、純正クランクケースの中に通るメインシャフトやっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。